本日は卓球の教え方の教科書ページ118、回転がかけにくい用具とは上級者と初中級者では使うべき理由が全く違うっていうところなんですけれども、はい、タイトルは表ソフトの特徴について紹介するというような形で書いていると思います。はい、で、前回裏ソフトラバーについて紹介しました。はい、で裏ソフトラバーは回転がかけやすいラバーだと、その分相手の回転も受けるラバーだというふうに紹介したんですけれども、裏ソフトが回転がかけやすい用具だとしたら、それ以外の表とか粒アンチっていうのはもうやっぱかけにくいになるのかなというふうに感じておりまして、なのでじゃあこの表ソフトの特徴というのを教えてもらっていいですか？はい、表ソフトは球離れが速い。おー、いいですね。球がちょっとポンって速い球が簡単に出しやすい。なるほど、いいですね。いいとこついてますね。ありがとうございます。じゃあ逆にデメリットはこの速いがゆえにちょっと回転がやっぱりかけにくい。そうですね。はい、はい、この表ソフトというラバーはこのちょっと粒々が表面に出てて、この裏ソフトみたいにこのグリップがないんですね。こういうふうに動かそうと思ったらグリップするんですけど、これはスーッと滑っていくような形になるんですけれども、その分この離れがとても速いので、女子選手、パワーがない選手は使うことが多いと。この反発が速いので、卓球台の近くについてプレーする選手も多いのかなっていう感じですね。で、表ソフトになるとできることが限られてくるんで、そこの特徴をうまく出すことが必要になってくるんで、そこら辺を解説していきたいと思います。よろしくお願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。サーブは切れないことないんですけれども、やっぱりちょっと同じ感覚で出すと弱まってると。ただなんとなく気持ち当ててるだけなんですけど、やっぱり回転に対しての反応率っていうのが全然裏ソフトとは変わってくるので、レシーブの返球率っていうのは確実に高くなると思います。これもラバーの種類によるんですけど、基本的にはやっぱり卓球台の近くで反発を簡単に飛んでいくんで、ショートスイングでこうやって返すような人、力がない、パワーがない人っていうのはこういう感じで使うことが多いですよね。これが下がっちゃうと球に強く回転をかけれないので、こうやってポンって打った時に球がふわって失速しちゃうから、その表の良さっていうのが全然出なくなる。球がね、ここでポンって速いんだけど、ふわーってゆっくり失速しちゃうんで、こういう使い方はあんまりしない方がいいかなと思います。ここからちょっとドライブとかやっていくんですけれども、先週の裏ソフトと比べながら見てほしいです。全身回転に対してグリップしてくれないので、ちょっと面をかぶせてやろうとするとずるっと落ちてしまうというわけで、全身回転に対してのドライブっていうのはほとんどできないと思ってもらっていいです。ほとんどできないというか、技術としてすごく難易度が高いと思ってもらっていいです。逆に、反発力が高くて回転の影響を受けづらいラバーなので、ちょっと下回転のボール、こういうのは裏ソフトよりも全然力いらないです。そうです。回転はかけづらいので、かけづらいし、マックス値も大きくないので、回転の強さっていうのはそんなに大きくないです。やっぱりこの球離れの速さ、回転の影響力の少なさで、力がない人でも、入れやすい、相手が下回転のボールをちょっとすごくかかってても上げやすい
入れやすいようにはなってますね。もちろん回転の受けなさがあるので入りやすいんですけれども、ちょっとでもこれも角度を間違うとグリップっていうのがないので、結構そこは意外にシビアなんじゃないかなと思います。ちょっとでも角度を間違うと滑りっていうのが起きるから、この角度っていうのはすごい気にしなきゃいけない。しっかりポンって当てることができれば多分入る確率っていうのは結構高いんですけど、これがちょっとかぶりすぎちゃう、ずれちゃうっていうだけでミスにつながるのかなっていう感じですね。裏ソフトの時は何でもできる言うたじゃないですか。だからその下のレベルから上のレベルまであんまりやることってそんな変わらないんですよね。サーブを切るとかドライブするとかカットするとかっていうところがあるんですけれども、表ソフトになるとやっぱりそのレベルに応じてやることとかできることっていうところが少しずつ変わってくるんで、まず初級の場合はまず張った段階の場合は下回転のボールが上げやすいとか、レシーブが入りやすいっていうところが一番だと思うんですけれども、少し卓球知ってる人だとやっぱり表の場合弾くミートとかスマッシュっていうところが多分一番の特徴でしょっていうところを思う人がいると思うんですけれども、僕の感覚ではスマッシュをいきなり打つとかミートをいきなり打つっていうのは結構難易度が高いことだと思います。なんでかっていうとやっぱりスマッシュとかミートってこの球が直線的に出さなきゃいけないんで、ネットを越えてそっちのコートに入れるっていうのが単純にやっぱ難しい技術なんですよ。もちろん練習すれば全然できなくはないですけど、難易度としてはかなり難しいということを思っておいた方がいいですね。ここら辺いろいろ表ソフト反発が強い、回転がかかりづらいからこうだよこうだよああだよこうだよというところを話したんですけれども、私自身表ソフトを相手にしてて、その嫌な面っていうかっていうのはとにかく球が近いところから速く来るっていうのはすごく驚異的だなと。なおかつやっぱり裏ソフトと違って素直にしっかりグリップして飛んでいくボールだけじゃなくて、意外にこうナックルが飛んできたりとか少し上回転がかかってたりとか球の変化もあるんで、ここら辺をポンって飛んできてそれをしっかりまた打つっていうのは結構難しかったり。では表ソフトの性質について紹介させていただいたんですけれども、裏ソフトの回転がちょっとかからなくなったバージョンっていうところと、あとはボールの、軌道弾道ですね、それがちょっと直線的、ポンって速くいくと。ただその分回転がない分ついてからのこう伸びであったりとか強い回転で相手を困らせるっていうことはちょっとなかなか難しい。どっちかっていうと速いボールとかタイミングで相手を困らせたり、そのこういうブツブツの、ちょっとした変化、ちょっと切れてるとかちょっとボールがナックルボールで飛んでいくとか、そういったところで、戦うであったり、力がない選手、パワーがない選手が卓球台の近くでタイミングで相手を詰めていく、そういったラバーになってます。実は全然本編で話してないんですけれども、卓球っていうスポーツは意外とその環境、雨が降ってたりすると湿気でこのゴムとボールが滑ったりするんで、そういった影響も結構強く受けてしまうラバーなのかなっていうふうに感じます。この表ソフトに関して言えば、もう使ってるプレイヤーがすごく少ないので、その王道のプレーというよりかは、珍しい、相手がやったことがない、どうやって対応していいかわからない、そういったところも、プラスになるラバーだと思いますので、今回の動画が参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、または名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れていく監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。
そういった部分の講習会を逆に私自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国1位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にこうレベルがステップアップするにつれて、なんかこう違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく。その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと。そういった中で自分が最初の頃こう卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれこれもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな。そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらっている中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている。一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい。なるべく勝ってほしい。そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。